こんちこんばんは、ポテトです。今日もデータ難しいていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、アップデートなんかディフェンスセンスすごく優秀になったらしいから、そこを調べてみた。やっていきたいなと思います。ということでですね、以前、大型アップで、年末12月だったっけ、ディフェンスセンス等のですね、アップデートが入りましたよね。で、ディフェンスセンスが高いと、マーク時のダッシュがね、速くなるよみたいな書いてありましたよね。逆に今まで上がってなかったのみたいなね、なんかちょっとあったんですけど、同じようなアップデートを説明された気がしてたんですけどね、とりあえず変わったんですって。で、実際確かに裏抜けはなかなかしにくくなりましたよね。で、スルーパスもなんか調整されたりとかして、なかなかその辺がしにくくなったかなと思います。で、実際のところどうなんだろうな、みたいなところを、もうちょっとね、目で見てわかるような形でやっていきたい。そしてそれが育成によってね、それをもとに今後育成とかにも活かしていきたいなと、参考にしていただけたらなと思ったので、検証していきたいなと思います。で、皆さん実際どうですかね。育成とか今どうしてます？ディフェンスセンスとか瞬発、センターバックとかで特に言うとですね、ディフェンスセンス、スピード、瞬発、フィジカル、この4つはどうしてもね、上げたいよね、みたいな話になってくるかなと思うんですけど、その中でも瞬発力っていうのは優先度はちょっと低めなのかな、そもそも低めなのかなとは思うんですけど、じゃあ実際どうなのかなみたいなところをね、今日は確かめていきたいなと思います。で、今回もね、結構参考にはなると思うんで、見ていってください。はい、検証方法ですね。検証方法は以前にもね、やったようなことがあるんですけども、敵にね、ボールを奪われた時のセンターバックの動きをね、見ていくという形にしていきます。そして今回は、ボールも取るのがピルロで固定をして、そしてセンターフォワードはムワッペですね。このムワッペは、オフェンスセンス、瞬発、スピード全部99の状態。で、センターバックに関しては、このティンバー選手ですかね、を使っていきます。この選手をスピード90で固定をしてます。で、スピード90で固定をした上で、瞬発力95のパターンとディフェンスセンス95のパターンですね。これをやっていってどう違いが出るのか、これ見ていきたいなと思います。全く同じシチュエーションっていうのがなかなか作れなくてですね、かなりの数はやったんですけど、皆さんにそれ見せてもしょうがないので、一応違いが分かったところ、これをね、中心に見ていきたいなと思います。はい、まずはこのシーンですね。上がセンス95、下が瞬発95の状態になっております。で、この時のこのティンバー選手ですね。ここを見て注目して見ていただけたらなと思いますけども、はい、ここですね。こんな感じ。ちょっとこれは分かりやすかったですよね。こっからのこれね。はい。で、詳しくは見ていくんですけども、ボール取られた後ですね、瞬発95の方は、このムバッペに向かって、こう向かって走ってますよね。で、それに対してセンス95の方はこのムバッペではなくて、このムバッペの先をちょっと予測して、この辺に向かってこう走ってますよね。まずここで行く方向の違いが出てますよね。で、しかも瞬発95の方はですね、このままこう行くとですね、多分この辺に気がついたんでしょうね。ここにムバッペいないみたいな感じで、こっから急に方向転換するんですね。なので、もうこっちはもうトップスピードですから、このまま裏完全に取られているという感じですね。もうここでもうスルーパス出てたらもう終わりみたいな感じにはなっていくかなと思います。それに対してセンス95の方なんですけど、こっからこう行ってですね、この後、ここでもうこの時点で方向転換してます。この時点でもうこっちに向かって走り始めてますよね。このトップスピードに負けないように。なので、この後ですね、裏は取られることはなく、このまま行く。しかもムバッペに関してはもうこのまま行っても裏取れないって分かってるんで、方向転換してこっちに走り始めたりしますね。なので全く違った展開にもなるというところになっていきます。このピルロからしてもちょっとどこに出せばいいかなみたいな感じにはなりそうですよね。なのでそもそも走り始める場所っていうか、向かっていくところっていうのも差が出てきているのかなと。はい、で次ですね。このシーンですね。はい、ここですね。こんな感じ。バックステップからのこういうところなんですけども、ゆっくり見ていくとですね、この時点でもうこっちに走り始めてますね。で、瞬発95の方はまだ走り始めておりません。で、この後、まだここでやっと走り始める感じかな。さっきも同じなんですけど、ムバッペここもトップスピードに乗ってますから、ちょっと追いつくのは難しいよねみたいな感じですかね。なんでここパス出されてたら多分もうムバッペ抜いてるだろうなっていう感じ。逆にこっちはまだここで出しても怪しいかな、ちょっと厳しいかもしれないなっていう、
そんな展開になっていくのかなと思います。はい、というところですかね。なので基本的にはこの走る反応だったり、そもそも向かっていく場所、方向の違いっていうのが出てきたかなと思います。これ僕のイメージなんですけども、ディフェンスセンスが低いと選手、マークする相手をですね、点で捉えるイメージ。でディフェンスセンスが高いと、これを点ではなくてこう線で捉えるような、そんなイメージがあるんじゃないかなとは思いましたね。めっちゃわかりやすくね。でじゃあ瞬発ってそもそも上げて意味あったのかなみたいな話にもなってくるんですけど、これがね結構難しくて、一応瞬発79初期状態ですねのものと比べてみたんですけど、上が瞬発79の状態ですね。スピード90で瞬発79の状態なんですけど、別にそんな変わんないっていうことも結構多かったんですよね。じゃあ全く意味ないのかっていうと、そうでもないんですけど、一応ね全く同じようなフォームで走り始めるところを持ってきました。ごめんなさい、これちょっと逆なんですけど、こっち下がね瞬発79、上が瞬発95の状態ですね。ここで走り始めるとこのシーンなんですけど、上の方が速いのはなんとなくわかるかな。こうやって見るとわかるかな。結果から言うとですね、こっちの上が5歩歩いてる間にこっち4歩歩いてるんですね。1歩ぐらい差が出てます。さすがに瞬発力もこれぐらい差が出るとかなり変わってくると。大体上の瞬発力95の方はですね、1歩を出すまでに大体10コマか12コマぐらい。で、それに対して瞬発力79の方は1歩出すまでに12から14コマぐらいの時間がかかっておりました。用意ドンでいくとね、瞬発力95の方がもちろん速いは速い。ただそもそもどっちもディフェンスセンスはこれ低いので、そこまでフォワードに対しての動きは良くないですし、正直どっこいどっこいというか、どっちなんしろ裏取られるなっていう感じにはなってたかなと思います。はい、というとですね、結構違うよね、こう見るとね。で、今回検証何本もやったんですけど、センス95に関しては裏取れることほぼほぼなかったですね、この検証ではね。このピルロからパス出した時に裏取れるシーンっていうのはほぼほぼなかったし、あとはさっき見せた、一番最初に見せたようなこのシーンね、こういう突っ込みすぎてミスってみたいに取られるみたいなパターン、これほぼなかったですね。てか一回もなかったな、今回の検証中はね、一回もなかった。なので、その辺は違いが出てんのかなと。で、あとはじゃあディフェンスセンス95あれば、足の回転も速くなるのかみたいな感じなんですけど、これね、瞬発力95の足の回転とほぼ変わんない。もしかしたら若干瞬発の方が速いのかなって気もするんですけど、ほぼ遜色ないレベルの回転の速さにはなっておりましたね。なので、ディフェンスセンスが高ければ正直なんとかなってるかなと思いますね。あとはトップスピードの方がよっぽど大事なんだろうなっていう感じはしております。はい、というところですね。ちょっとこれ、だいぶうまいことまとまってんのかな。ということで、今日結論っていうか、結論あるかな。結論、一応結論です。センターバックは、瞬発力は後回しでいいとします。はい、というところで見ていただきました。瞬発とね、センスのこの差がね、あんまりなかったこととかね、あとはさっきみたいに突っ込んじゃうこととかを見ちゃうとね、ディフェンスセンス、スピード、ここはね、やっぱ最優先なんだろうなとは思いましたね。で、逆に瞬発に関しては、もちろん高い方がいいことは間違いないんですけど、ましてや、コナミの説明で言うと、マーク時のダッシュがって話になってるんで、マークしてない時のところはじゃあ違うのかもしれないので、そう考えたらよっぽどね瞬発力が高い方がいいんですけど、もちろんそれは間違いないんですけど、優先度的には一番低いよねっていう感じになるかなと思います。ディフェンスセンス上げればボールダッシュとかも上がるとかね、その辺も大きいし、スピード上げればスタミナも上がるとかね、今センターバックでスタミナとか結構大事ですよ。後半最後とかね、めちゃめちゃ大事なんで、そういうところもあるし、逆に瞬発に関しては、上げてもですね、ボディコントロール必要ないわけじゃないんですけど、とか、あとはオフェセンとかね、この辺に関してはセンターバックとかで考えたら、より瞬発力の優先度は低くなるのかなと思います。最近はね、ちょっとずつ優秀な選手も増えてきてますけど、特に無課金の方とかね、どうしてもスピード、フィジカル、センス、瞬発、この4つ全部をちゃんと振るみたいな、なかなか難しい選手っているじゃないですか。どうしてもどっちかに偏らせるしかないなみたいなパターンってあると思うんですけど、安心してですね、瞬発は削っていただいていいのかなと個人的には思いましたね。もちろんこれが全てではないのであれですけど、皆さんのね育成の参考とかにはなったんじゃないかな、多少はなったんじゃないかなとは
思います。で、センスはじゃあどこまで上げればいいのかみたいな話になってくるんですけど、もちろんこれは高ければ高い方がいいのは間違いないとは思うんですけど、ここはね、ここまで上げれば安心っていうのは正直難しいなとは思いました。というのも、今回検証をずっとやってて思ったのは、ディフェンスセンス低い人でもちゃんと反応できる時あるんですよ。今回は分かりやすく突っ込んだところとか見せましたけど、突っ込まない時もあるんですよね。だから結構センスが低いと、ちょっとミスった動きを、する可能性がちょっと出てくるとか、っていう感じなんですよね。で、逆に言えばセンス高かったら、じゃあミスゼロかというと、そんなことはないので、ちょっと確率ゲーみたいな話で、センス高くしておけばその確率がどんどん減っていくよみたいな感じに捉えておくと良いのかなと思うので、その辺を目安にね、考えていただけたらなと思います。あとは個人的な考え方で言うと、ディフェンスセンス、センターバックとかで言うとね、94以上ぐらいは、ちょっと欲しいよね、とは思っておりますかね。はい、ということで、ちょっと今収録時間めちゃめちゃ長くなっちゃってるんで、だいぶ削るかもしれないんですが、何か一つでも皆さんの参考になればなと思ったので、いっぱい喋っておきましたということです。はい、というところでいかがだったでしょうか。ちょっと今日は長いんでこのまま終わりたいなと思います。この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということはまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。